はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回ですね、蛍光ペンの使い方について話していこうと思います。はい、蛍光ペンここにあるんですけど、まずですね、キャップを開けて、こういう風に引いていくと、以上ですね。というのは冗談でして、今回はどのように教科書に線を引いていけばいいのかについて解説していこうと思います。勉強してる人の中には闇雲に線を引く人だったり、あるいは全く線を引かない人だったりいると思うんですけど、実はですね、この蛍光ペンの引き方一つで大きく勉強効率が変わってくるわけです。僕自身司法試験の時莫大な量を勉強しなきゃいけなかったんですけど、これですね、蛍光ペンの使い方をマスターしたから短時間で攻略できたと言っても過言ではないんですね。そういう僕自身の体験談も踏まえて話していこうと思います。この赤ペンくんには動画のラストスパートに登場してもらいますね。じゃあどのように線を引いていけばいいのか。これですね、この蛍光ペンの目的を考えればおのずと見えてくるわけですね。そしてその目的っていうのは自分がその参考書をどの程度理解しているのかによって変わってくるわけですね。まずは初学者から。参考書を一から学び始めるときに重要なことって何だと思いますか？それはですね、メリハリをつけることなんですよ。その教科書にある莫大な量の情報を頭ごなしにインプットしていくのって物理的に無理なので、まずはですね、大事なところだけをしっかりと完璧に押さえた上で、その周辺知識をペタッペタってくっつけていくっていう方法が大事なんですね。だけどですね、大体の教科書はパッと見ただけで何が重要か分かんないんですよ。だからこそ蛍光ペンを使って重要なところと重要じゃないところを分けていくと、それが必要なんですよ。僕自身ですね、司法試験を受けた時に、この法律のこの文言はどうやって解釈していけばいいのかみたいな、そういうの論点って言うんですけど、そういう論点がめちゃくちゃたくさんあったんですよ。それを全てが完璧に押さえていくのは無理なので、この蛍光ペンを使って重要度分けしてたんですね。なんならもう本当に重要度分けって大事なので、それぞれの論点に重要度 A、B、C とランク分けしてましたね。ちなみにですね、重要度分けするとき複数の色を用意する必要はないですね。だってこの蛍光ペン普通に横に引くかアンダーライン的に縦に引くかで、区別すれば大丈夫なんでね。じゃあどうやって何が重要かっていうのを見極めていくかというと、それはですね、一番簡単なのは先生の話を聞いて押さえることですね。結局ですね、人から聞いて教わるのが一番効率的な勉強法なんですよ。とはいえですね、自分で勉強するぞって方とか、あとはですね、先生がメリハリつけて教えてくれないよっていう方はですね、どうすればいいかっていうと、もうですね、教科書を読んで読みながら自分で要約していくと、要はこういうことを言ってるなと。でその要約に基づいて、ここは重要かなっていうふうにノリで引いていく。これが重要なんですね。結局ですね、何が重要かっていうのは実際の問題を解きながらですね、これが重要なのかってどんどん分かっていくものなので、最初の時点で全部分かるのは不可能ですね。だから最初はですね、もう本当にここが大事っぽいなっていうのをバーッと引いていきながら、なるべく早く一周していく。これが重要になってくるわけですね。ということで、初学者のポイントはメリハリ付きをするということですね。じゃあ次にどんどん勉強していく中で、ある程度勉強分かってきたよっていう方は何のために蛍光ペンを引くと思いますか？それはですね、ズバリ膨大な量の中から自分が分からないところを抽出するっていうことなんですね。ある程度勉強進んでくるとですね、教科書の中で9割あるいはそれ以上もう分かってて、残りの1割分かんないよっていう状態になってくるんですね。そういう方にとってですね、例えば江戸幕府は徳川家康が作ったみたいな、実際に超重要なことはその人にとっては重要じゃなくなってくるんですよ。本当に重要なのはその人がわからない1割以下のごく限られたところになるわけですね。要するに勉強すればするほど重要な部分が変わってくるっていうイメージですね。ここでですね、僕が実際に司法試験の勉強の時に使ってた参考書があるんですけど、それを例に出して説明していきますね。これですね、僕が実際使ってた参考書なんですけど、もうですね、ここの全体を通してですね、マークここだけなんですね。右下だけ。これ実際はこの2ページにわたって全て重要部分なんですけど、僕にとって重要な部分はここだけだったというわけなんですね。でここのポイントとしては、右にですね、誤振込判例というふうに一言メモを書き加えていることなんですね。
実はですね、この一言メモがマーキングと同じくらい重要でして、結局ここで何を言っているのかっていうことを常に自分の言葉で置き換えていく、そういう風にアウトプットをしていく、能動を求めていくっていうことが重要になってくるわけですね。こういう風に自分の言葉で言い換えた一言があればですね、これ復習するときにまずはマーキングをバーッと見る、で要はこういうことねっていう風に押さえていくっていうことができるようになるので、復習の効率が段違いになるわけなんですよ。こういう風に線を引いて一言メモを付け加えることによって、何百ページ数百ページある本でもマーキングだけ見て一言メモ見て、あ、こういうことだったなっていうのをただ追っていくだけで1時間でですね1冊終わるっていう風にできるんですよ。この一言メモですね、初学者の方でマーキング、メリハリ付けをする時も一言メモをどんどん付け加えていくっていうのもすごく有効ですね。結局勉強すればするほどマーキングする場所が減っていけば、より勉強効率が上がっていくわけなんですけど、最初から初学者の時点から同じ参考書使ってるよっていう方は、初学者の頃にメリハリ付けのためにガーッとたくさん引いた線が残ってるわけじゃないですか。そのせいで結局全部読まなきゃいけないよっていう風になってる方ですね、そこで登場するのがこの赤ペンくんなんですね。赤ボールペン、使い方はすごく簡単でですね、蛍光ペン引いてあるじゃないですか。その下からアンダーライン引くだけなんですよ。こうすることによって結局ですね、蛍光ペンの黄色の線は全部無視して赤いところないかなっていう風に教科書をバーッとスキャニング、スクリーニングしていって赤いとこだけを押さえていく。それでもう一周教科書できちゃうわけなんですよ。そういった意味でもですね、蛍光ペン一色の方がいいって分かりますよね。たくさんあると赤ペンが目立たなくなるので、黄色だけで後々赤を引いた時に赤が目立つようにする、そういう風に先を見据えた上で線を引いていくってことが重要になってくるわけですね。こういう感じですね。僕も司法試験の受験生の時、基本書だけで数千ページあるわけですよ。これもう何周もしてらんないんですね。時間的に足りない。だからまずはメリハリ付けでまず蛍光ペンバーって引いていく。その上でですね、もうバーッと読んでいく中で、これ抜け落ちてるなっていう部分だけを赤ペンで引いていくんですよ。そうするともう本当に3000ページ4000ページってある部分、ある基本書が本当にですね、1日2日ぐらいでザーッと自分の抜け落ちてる部分だけを復習できるようになるんですよ。そこまでいくとですね、もう勝ちですね。指数関数的に成績が伸びていく、自分の抜け落ちてる部分だけがもうどんどん入っていくわけですから、やっぱり蛍光ペンの引き方一つ取るにしても、闇雲に線を引くのか、それからですね、理論を立ててしっかりと線を引いていくのか、これでですね、大きく差が出てくるわけですね。最後に A ランクレベルの超重要なことを言うんでマークしてほしいんですけど、ぜひチャンネル登録お願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。